はいどうも、ウランスです。今日はですね、6月の29日に発売される富士フイルム XS20 を新しく購入された方、またもしくはですね、XS10 を新たに購入された方向けにですね、キットレンズ以外のおすすめのレンズ、しかも予算が3万円以内で買えるおすすめレンズっていうところをご紹介していきたいなと思っております。やっぱりね、キットレンズのね、XC15mm、45mm もね、かなりいいレンズ。コンパクトで広角も 15mm から撮れて、電動ズームもついてるっていうね。結構使い勝手のいいレンズではあるものの、やっぱりこういったレンズ交換式のね、ミラーレス一眼カメラを買ったからには、場面場面でレンズを交換したり、いろんなレンズの映り方っていうのを楽しむっていうのが一つのね、醍醐味だと思いますので、キットレンズ以外のレンズもね、ぜひね、試していただきたいんですよ。絶対その方が楽しいし。なんですけど、このね、富士フイルムの X シリーズって、APS-C のシリーズで長いことね、やってきているんで、交換レンズの種類も、サードパーティー製のやつも含めるとかなり種類がありまして、何を買っていいかね、結構最初わかんなかったんですよね。そんな中でいろいろとおすすめレンズとかって見てみると、結構ね、APS-C のレンズとはいえ、値段高いやつがね、よくおすすめされていて、それは価格に比例するのはもちろんだと思うので、予算にね、余裕がある方は、そういったレンズをね、最初から買ってもらった方がいいとは思うんですけれども、なかなかね、2本も3本も買うってなった時に、1本あたりその10万超えてくるようなレンズって、ちょっと手が出しづらいなという思いがあって、自分はね、結構安くて写りが良くて、使い勝手のいいね、レンズがないかっていうところをいろいろ探してまして、今回ね、その探した結果というか、予算3万円以内でね、購入できるレンズっていうところを3つほどご紹介できればなと思っております。でね、まず1つ目のレンズなんですけれども、こちらになります。XC35mm の F2 のレンズでございます。これがですね、XC シリーズの単焦点レンズになっておりまして、他にもね、XF シリーズの方で同じ 35mm の F2 のレンズがね、出ているんですけれども、XF のレンズの方は結構レビューが出ていると思ってまして、かなりね、評判のいいレンズになってます。同じく 35mm 帯でいくと F1.4 の紙レンズと呼ばれているものもあったりするんですけど、F2 の方はね、結構やっぱりコンパクトでオートフォーカスが速くて、で、物理もいいっていうことでね、かなりね、評判のいいレンズなんですけど、この XC シリーズに関しましては、その XF35mm F2 のね、レンズ構成をそのまま同じレンズ構成で価格をね、安くして出してくれてるモデルになっております。何が違うかっていうと、防塵防滴がついているかついていないかっていうところと、あとこのね、筐体の素材が金属か樹脂かの違いでして、XC の方に関しては樹脂で、防塵防滴がついていないっていうものになります。ただね、レンズの構成は一緒なんで、撮れる絵はね、写りは XF35mm F2 とね、一緒なんですよね。そんな中で、重さはこちらの方が軽いっていうね、ところもあって、個人的にはね、これがめちゃめちゃ最初の1本、単焦点のレンズとして、めちゃめちゃいいんじゃないかなと思ってます。コスパがね、めちゃめちゃいいんですよ。XF35mm とかだったら、中古で買ったとしても多分4万円以上するんですけど、これね、2万円以下で買えます。なんで、コスパがね、めちゃめちゃいいんですよね。これでね、単焦点レンズがどんなもんかっていうのをね、試してみるっていうのは、個人的にはね、めちゃめちゃありなんじゃないかなと思っております。防塵防滴にこだわる人も中にはいるんですけど、そんなにね、ザーザー降りの雨の中で写真撮らないんで、自分はそこまでこだわってなくて。なんで、自分と同じような考えの人にはめちゃめちゃおすすめなんじゃないかなと思っております。自分はここのレンズフードはですね、サードパーティー製の角型のね、レンズフードをつけておりまして、これをつけて XS10 ないしは XS20 につけたときに、デザイン面のところがめちゃめちゃ良くて、めちゃめちゃコンパクトな構成にできるので、持ち運びも便利ですし、ちょっとカバンからスッと出してね、パシャッと取って、で、そのまま持ち歩いても苦じゃないというか、
すごくスナップがね、気軽に撮れる構成になるので、おすすめになっております。つけてみるとこんな感じです。めっちゃかっこよくないですか？で、このコンパクトさですよ。プラスチックの筐体とはいえ、そんななんかチープじゃないというか、このレンズフードをつけることによってちょっとね、ごまかされてる部分はあるかもしれないんですけど、この見た目良くないですか？でめっちゃ軽いんですよね。で、本体が、XS20 とか XS10 がだいたい 500g ぐらいでしょ？で、このレンズが 130g なんですよね。XF の方だと 170g とかになるんですけど、それでも軽い方なんですけどね。はい。それよりも軽くて、撮れる絵は同じ。で、値段もね、2分の1、半分ぐらいでなったら、いや、XC シリーズいいじゃないかってなると思うんですよね。はい。で、撮れる絵もね、ちょっと作例少し見ていただきたいんですけど、もうめちゃめちゃ写り綺麗ですね。で、オートフォーカスもめちゃくちゃ早いです。ただ一つ注意事項を挙げるとするならばですね、オートフォーカスの駆動音に関しては、ちょっとだけします。カチャカチャっていう音がね、モーターの音がします。なので、動画を撮るときにはですね、内蔵マイクで撮ると、ちょっと駆動音が聞こえちゃうので、こういったね、外部マイクですね。これをつけて動画を撮ってもらった方がいいかなと思います。外部マイクを使えばね、その音も全然、気にならなくなるんで問題ないんですけど、もうこのまま単体でね、もし動画をもう内蔵マイクで撮るよっていう方であれば、若干ね、オートフォーカスの駆動音が入るっていうところだけ気をつけてもらえればなと思います。ただ写真用途で関しては言えばね、ほぼほぼ、防人防的じゃないってぐらいかな。かなりね、使い勝手はいいレンズになってるかなと思います。で、2つ目のレンズなんですけど、こちらです。またね、同じく XC シリーズなんですけど、XC50mm から 230mm のズームレンズになっております。これがですね、XS10 のダブルズームレンズキットでついてきた、いわゆるキットレンズの一つになるんですけれども、焦点距離がね、50mm から 230mm まで使えるんですよ。めちゃめちゃ高倍率のレンズになっておりまして、フルサイズ換算でいくと 75mm ぐらいから約 350mm ぐらいまでカバーしているズームレンズになっております。で、なおかつレンズ内手ブレ補正も入っているので、望遠側でね、撮った時ももう手持ちでね、全然撮影できちゃうぐらいしっかりと手ブレ補正が効くので、初心者にもね、おすすめの望遠レンズになってるかなと思います。最初やっぱりね、標準域のレンズばっかり自分は見ちゃってたんですけれども、改めて望遠レンズ使ってみると、めっちゃ楽しいなっていうことが分かりまして、スマホとかでね、絶対撮れないような絵がね、望遠レンズだと撮れちゃいするんで、面白いんですよね。そんな中で、この XC50mm、230mm のレンズに関しては、めちゃめちゃコンパクトで軽いんですよ。通常ね、望遠のレンズってもっとでかくて、もっと重たいんですよね。フルサイズ用のレンズとかだと、もうこれの倍ぐらいあるのかな。もうめちゃめちゃ太くて、めちゃめちゃ大きいみたいなね、レンズになっちゃうんですけど、これは APS-C 用のレンズなんで、軽い。持ち運びにすごく便利なんですよね。気軽に望遠レンズをデビューできるっていう面では、めちゃめちゃいいレンズなんじゃないかなと思っております。価格もね、中古とかで2万円ぐらいで買えるんで、これもおすすめレンズの一つになっております。で、XS10 ないしは XS20 とかにね、取り付けるとこんな感じの見た目になります。若干ね、さっきの、こういった単焦点レンズに比べるとバランスは悪くなってね、でかくなっちゃうんですけど、でも、レンズのね、素材がやっぱり樹脂製なので、重量もね、かなり軽くて 375mm に収まっておりますので、この本体とね、合わせても1キロいかないんですよね。この構成で望遠のね、写真が楽しめるっていうのはめちゃめちゃいいんじゃないかなと思っております。で、XS10 ないしは S20 はやっぱりグリップがしっかりしてるんで、こういうね、大きいレンズをつけてたとしても、片手でね、こうやってしっかりとグリップすることができるんで、持ちながら歩いてたとしても疲れにくいんですよね。しっかりとホールドして撮ることができるんで、ブレも少なくなりますし、
ボディ内の手ブレ補正とレンズ内の手ブレ補正どっちも効かせればかなりね、綺麗な絵が手軽に初心者でもね、撮ることができるかなと思っております。で、あえてね、弱点を言うとするならば、これはね、開放 F 値が可変式のものになってまして、50mm 側、広角側だと F4.5 で、望遠側に関しては F6.7 っていう感じで、ちょっとね、暗めのレンズにはなります。まあ、ただ、ボケにくいかと言われたら全然そうじゃなくて、やっぱり望遠でね、撮るんで、被写体からの距離とかによってもね、ボケ量って変わってくるんで、作例ちょっと見ていただければと思うんですけれども、望遠じゃないとね、撮れないっていう絵が絶対あると思いますし、なかなか近づくことができないけど、いい被写体あったなってなった時にバーンとね、ズーム伸ばして撮ってみたりだったりとか、あとは動物園でね、被写体と少し距離を取らなきゃいけない場面においても、やっぱり望遠レンズってね、すごく便利ですし、あとそれこそ、例えばお子さんがいらっしゃるような家庭とかであれば、お子さんの運動会とか、結構遠くでね、撮らなきゃいけないってなった時も、これがあれば、くっきりと映すことができるんで、一本ね、望遠レンズって持ってたら便利なんじゃないかなと思っております。なので、最初のね、望遠レンズとして、この XC50mm、230mm をね、試してみるっていうのは一つの選択肢なんじゃないかなと思っております。ほんとね、XC シリーズはね、コスパめっちゃいいと思うのでね、個人的にはかなりおすすめのレンズシリーズだと思っております。で、最後の1本なんですけれども、これはね、ちょっとサードパーティー製のレンズになります。こちらですね。ビルトロックスさんから出ている 23mm の F1.4 になっております。最近ね、こればっか使ってる。ずーっとつけっぱなしでね、こればっか使ってますね。23mm っていう焦点距離が、フルサイズ換算でいくと 35mm になるんですけど、この 35mm っていう画角が絶妙に使いやすくって、ちょっとしたストリートスナップでも使えますし、ポートレートとかでもね、ちょっと距離を詰めれば使えますし、さっきのね、この XC35mm の F2 よりもね、一段明るいレンズになってまして、この F1.4 ってめちゃめちゃボケが大きいレンズになっております。なんでちょっと近づいて、がっつりボケを活かしたね、写真を撮ったりするときはですね、このレンズを使っているんですけれども、見た目めっちゃかっこよくない？筐体が金属になっていまして、絞りリングもね、ついてまして、クリック感はないんですけど、スムーズなね、絞りのこの開閉をこっちのリングの方でね、操作することができますし、あと、フォーカスリングもね、めっちゃ滑らかです。ビルトロックスのオートフォーカス 23mm F1.4 に関しては、初期型と新型とちょっと種類がありまして、初期型の方に関しては、このビルトロックスのロゴだったりとか、F1.4 とかって書いてある印字の部分がなんか金色になってて、ちょっとね、主張が激しいというか、ちょっとダサい部分もあったんですけど、新型の方、新しい方に関してはね、印字が白色になって、かなりロゴも控えめになってね、すっきりしていますし、あと、こういうね、なんか赤いバッジがついてね、サードパーティー製のすごい安く手に入るレンズなのに、すげえ高級感があるっていうね、レンズになっております。で、写りもすごい良くてですね、ちょっとね、作例もあるんで見ていただきたいんですけれども、こんな感じのね、ボケ味を生かした写真がね、手軽に撮ることができます。で、若干ね、周辺原光っていうのかな、レンズの四隅の部分がちょっと暗くなる現象はありまして、周辺原光ちょっとやっぱり嫌だっていう人も多くいらっしゃると思うんですけれども、個人的には結構真ん中のね、日の丸構図で撮ることが多くって、周辺原光をしててもね、正直、むしろそれも味の一つかなって思って結構楽しんでいるので、個人的にはむしろそれが一つの味としていい写りになってるなと思う部分もあって、めちゃめちゃね、買ってよかったレンズの一本になっております。やっぱ純正レンズでこの 23mm の F1.4 っていうのを買おうと思うと、もっと値段するんですよね。で、このレンズは中古でだいたいね、3万円ぐらいで購入できるの。安ければ多分2万円ちょっととかで買えたりするんで、コスパとしてはめちゃめちゃいいレンズになってるかなと思います。オートフォーカスもめっちゃ早いですし、静かなんですよね。なんで、
動画の撮影時も結構使ったりしてます。XS10 でね、動画撮影とかするときに関しては、結構このね、ビルドロックスのこの 23mmF1.4 を使ったりしております。XS シリーズにね、つけた時のバランスもすごく良くて、こんな感じでね、大きさ、デザインともにかなりマッチしてるかなと思います。XS シリーズのこのグリップがあるから、いろんなね、レンズが似合うだと思ってるんですけども、この辺のね、ちょうど良い長さっていうのかな、7センチぐらいなのかな。かなりね、バランスが良くて、ついついね、持ち出したくなるような構成になってるかなと思っております。事実、一番今ね、最近使っているレンズはこれでございます。で、重さもね、260g っていうことで、S シリーズと組み合わせれば 1kg 以内のね、組み合わせになるんで、かなりおすすめのレンズになっております。まあこんな感じでですね、今回は、交換レンズについてのお話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。最初からね、高いレンズを購入して楽しみますっていう考えもね、もちろんいいことだと思うんですけれども、やっぱりいろんな種類をね、試したいなってなった時に、安いに越したことはないかなと思っていて、でそんな中でやっぱり写りもしっかりね、いいレンズっていうのが、この X シリーズのレンズには出ておりますので、こちらをね、ぜひ試してもらって、写りを楽しんでもらうのがいいのかなと思って、あえてね、この安めのレンズっていうところをご紹介させていただきました。3万円以内って普通ね、安いわけでもないんだけどね。ちょっとカメラのね、レンズの基準がね、高い。もうベースが高いんでね、3万円以内が安いっていうね、部類に入っちゃうんですけど、まあでもその中でも使い勝手のいいレンズをね、ご紹介させていただきました。あとね、まあ最初に言った XC の 15mm、45mm のキットレンズ、標準ズームレンズの、キットレンズなんですけど、これ自体すごくいいレンズではあるんですが、ミラーレス一眼を買ったからには、ボケ味を楽しむっていうのが一つの醍醐味だとは思っていて、そうなった時に、ちょっとだけね、ボケ味が足りないのかなと、個人的には思う部分があって、もしね、標準域のズームレンズでおすすめするとするならばですね、サードパーティー製のやつですけど、シグマさんから出ている 18mm から 50mm の F2.8 同士のこのレンズか、もしくは純正のね、この XF18mm から 55mm F2.8 から F4 のね、この標準ズームレンズがおすすめになるかなと思います。ちょっとね、値段が中古で4万円ぐらいになるのかな。値段は高くなるんですけれども、やっぱ純正レンズ、カメラとの相性はめちゃめちゃ良いので、これちょっと検証した動画も出したりしてるんですけど、手ブレ補正のかかり具合とかね、めちゃめちゃがっつり効いてくれるんで、Vlog 用途とか自撮り用途とかね、使うのであれば、もしかしたらね、このレンズの方がいいのかもしれないかなと思います。話が飛んじゃったんですけど、こういったレンズもありますよというご紹介でございました。このチャンネルではですね、こういった感じで撮影機材の話だったりとか、あとデスク周りのガジェット類のところをご紹介させていただいているチャンネルでございます。もしね、ちょっと参考になったよという方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。